はい。それではダブルダイヤモンドモデルについて説明をしていきたいと思います。まず図の復習になるんですけれども、このように2つの波がありました。1つ目の波、ダイヤモンドは問題を発見すると。そしてもう1つ目の波、ダイヤモンドは問題を解決する。正しい解決を見つけるというプロセスになっていました。デザインというのは現状を良くするための活動です。何が問題なのかっていうことをしっかり考えていく必要があります。それが第一の発散になります。問題の根本的な原因が何かっていうことを探ると。その時のキーワードはなぜという問いですよね。なぜこういうことになっているのかっていうことですね。そして例えば一回なぜを問うて、そこで出てきた答えをすぐに解決しようとするっていうことがあると思うんですけれども、一回で出るものって大抵表面的ですよね。例えばですね、こういう一人の人がいたとして、一回なぜと答えた。なぜに答えたらこういう状態ですよね。で、もう一回なぜに答えれば、こういうふうにどんどんより奥の原因に対して向かっていくわけですよね。なぜと問うことによって。この幅をどんどん広げていくっていうことは非常に重要になります。とにかく気になることをなぜと問うんですね。例えば、あるデジタルプロダクトを作るとしたときに、うまくいってるデジタルプロダクトにはどういう傾向があるのか、なぜそれはうまくいってるのかってことですよね。あとは、みんなが使いにくいというようなデジタルプロダクトやアプリ、なぜそう言われてしまうのかっていうこともありますよね。そして現に今問題を抱えてデザインし直そうとしているデジタルプロダクトがなぜ使いにくいと感じるのか、そこですよね。そういうものを様々な方面から調べていく必要があります。デジタルプロダクトの使い勝手っていう観点から調べるのもありますし、認知科学とかの知見に基づいてなぜこれが伝わらないのかを考えるっていう方向性もあるでしょう。いろいろな分野にまたがって考えてリサーチして情報を集めてくると。それがなぜの発散ですね。で、同時にですね、どうしたらという問題も考えます。どうすれば解決できるのか。なぜと裏表のような感じですけれども、どうしたらこの問題を解決できそうか。グッドプラクティスはどんなものがあるのか。すでに解決できている事例はないのか。どういう方略をとっているのか。そしてまたそこでなぜそのグッドプラクティスはうまくいっているのかってことですよね。そういうようなことをぐる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 考えて、自分の知っている自分の半径5メートル以内の身近な事柄だけではなくて、より広い世界を視野に入れて考える。これが発散ですね。この時にですね、一人の頭の中だけで考えていては、やはり限界があると。複数の人で一緒に考えるっていうことが重要になります。例えば今回デザインで解決したいデジタルプロダクトがあるということであれば、そのデジタルプロダクトを普段使っている人々にインタビューをしたり、ヒアリング、あとはアンケート、あとは数量的なアンケートの結果ですよね。そういうものを踏まえながら考えていくわけですね。そして実際にアンケートすることによって、この自分自身で持っている認識の枠組みみたいなものを溶かすっていうことが大事ですよね。やっぱり人っていうのはその人の経験したことですとか、それまでに培ってきた物事によって世界を見てますので、認識の隔たりがありますよね。それは絶対にあるので、それを自覚するっていうことがデザインする人の最初のステップなんですけれども、それを自覚した上で、それをいかに越境するかということですよね。その時に対話、共同ということが重要になってきます。もちろん自分自身で考える、自分自身の知覚、直感、大事にする必要があります。なんですけれども、それだけではなくて、他者の直感、
経験とぶつけ合わせて、より良い化学反応を導くという方がもっと大事になります。複数の人物の認識の枠組みあると思うんですけれども、それぞれ主観がありますよね。ただそれらをぶつけ合わせれば、幅広い一つの認識っていうものが形成されます。それが大事なんですよね。この時に生まれてくるアイディアっていうのが、一人で考える時と比べて何倍にも量が増えますし、本質に近づく距離もスピードもぐんと速くなります。なのでこのようなインタラクション大事にしていくということになります。そしてたくさんのなぜ、どうしたらに対するアイディア出てくるということになります。その上でですね、今度は最も本質的だと思われる問いを探っていくわけですよね。グッドプラクティスやバッドプラクティスとも比較できるような状態ができたと。その中で、ではどのように解決することができるのか、どうしたらいいのか、何が問題であって何がいい処方箋なのかっていうことを絞っていくということになりますよね。これが収束です。いくつかの提案の中からめぼしいものを抜き出してきて、それらを整理し直すと。その中で最も本質だと思われるものを一つあるいは複数選んで、それを文章にまとめます。課題を定義する。解くべき問いを定義するということですね。ここまでが正しい問いを見つけるプロセスになります。そしてその後に、ここで定義した問いを解決する方法を具体的に形にしていくことになります。まずはどのようなアイディアによって解決できるのかっていうことを出していきます。あまり頭にリミッターをつけずに、どんどんアイディアを出していきます。共同が重要だったという話と符合するんですけれども、たくさんの人と話したりすることによって知見を広げながらアイデアも増やしていくと。で、実際にそのデジタルプロダクトを使う当事者の方々に意見をもらうっていうことも大事です。そしてこのようにアイデアがいっぱい出てきたと。そしてその後また絞りますと。で、この時の絞り方は少し特殊で、めぼしいなと思う解決策を形にするんですね。これはプロトタイプと呼ばれます。解決するために、問題を解決するために必要な機能を持った簡単なプロトタイプですね、試作品を作ります。そして、それを実際の当事者の方々に見てもらったり、試しに使ってもらうと。そしてコメントをもらう。これはいい感じですと。ここは直してほしいですと。良くも悪くもいろいろな提案、フィードバックいただけると思うんですね。それをもとにですね、今度はこの一回試作してみたものを作り直すと。またアイデア出しから戻ってやることもあると思うんですが、これを発展させていって最終的に成果物が出来上がるということになります。このようなプロセスがダブルダイヤモンドモデルのプロセスになります。